皆様、ロサンゼルスを出発した当機は、まもなくソウル国際空港に到着いたします。機内アナウンスを聞きながら、ジンは窓の外に広がる夜景に目を落としていた。逃げるように韓国を離れ、アメリカへ立ってからもう2年が経過していた。久しぶりに見る韓国の景色をよそに、ジンの頭の中ではみんなとの記憶が渦巻いていた。問題児の7人組。少年たちは同じ高校に通い、秘密のアジトを作り、いつも一緒に時間を過ごした。彼らは、その幸せな日々がずっと続くと思っていた。2年前、あの事件が起きるまでは、幼いユンギが帰宅すると、家が真っ赤に燃えていた。町の人たちは大騒ぎだったが、彼はただ佇んでいることしかできなかった。ふっと母が家の中にいたことを思い出した。しかしその瞬間、大きな音とともに家は炎に包まれながら崩れ落ちた。その光景を前に何を考えればいいのかわからなかった。町の人がユンギを見つけ、肩を揺さぶりながら聞いた。ユンギは抜け殻のような顔で答えた。彼はこの時から自分が母を死なせたと思うようになった。高校生になったユンギは心を通わせる友人たちができた。この日はみんなと学校を抜け出し、遊びに出かけていた。ナムジュンが海へ行こうと言い出したのだ。しかし十分なお金はなく、海は諦めて、しばらく歩いていると、ジミンが何かを見つけ、その場で固まっているのが見えた。彼の顔は、筋肉が震え、汗が滴っていた。その視線の先には、樹木園の標識があった。樹木園がどんな場所なのかすら知らないが、ジミンをそこに連れて行ってはいけない気がした。ユンギは、暑いからやっぱり海へ行こうとみんなを促した。お金が足りないため、駅まではみんなで歩いていくことにした。樹木園の標識が離れていくと、ジミンは少し落ち着いたように見えた。学校の倉庫は、みんなが集まるアジトだった。この日、アジトで、ユンギとジョングクがピアノを弾いていると、突然、先生が扉を開けて入ってきた。この場所を、先生たちは知らないはずなのに、目の前で、ジョングクが先生に平手打ちされると、ユンギは彼を守るために、先生を突き飛ばした。アジトでの事件から10日、先生を突き飛ばしたユンギは、退学処分となった。ジョングクは、進路希望調査の課題のため、みんなに、夢は何かと聞いた。それぞれ、自分の夢を答えてくれたが、ジョングクは、自分には夢がないことに気づいた。ジョングクはアジトで、埃をかぶったピアノを見ていた。10日前、ユンギがジョングクを守るために、この場所で先生を突き飛ばし、今日、退学処分となった。ジョングクは、自分のせいでユンギが退学になったと責めるようになる。2016年9月5日に公開された、ウィングスショートフィルム、#1、ビギンで、ジョングクが手にしていた少年の絵も、ユンギを描いたものだった。先生から、最近もアジトに行っているのかと聞かれたが、ジョングクは答えなかった。そのせいで、
通信簿で頭を殴られたが、それでも答えたくなかった。ジョングクは毎日アジトに行っていた。他に誰も来なくても、アジトで一人で時間を過ごした。みんなが集まったこの場所が好きだった。この日もアジトを訪れると、ホソクが一人で片付けをしていた。ジョングクに気づいたホソクは、彼に近寄って肩に腕を回し、行こうと言ってアジトを出た。ジョングクはこの場所に来るのはきっとこれが最後だと感じた。ジミンは8歳、小学生だった。この日は樹木園への遠足だったが、両親は忙しいからと来なかった。そのせいで気持ちが沈んでいたが、花のお絵かき大会で先生に褒められると嬉しくなった。遠足が終わり、樹木園を去るとき、先生にそう言われたが、ジミンは聞かなかった。一人でも歩いて行けると思ったのだ。しばらくすると、雨が降ってきた。周りには、友達も保護者もいなくなっていた。ジミンは、リュックを傘代わりに、雨の中を走り出した。そしてたどり着いたのは、樹木園の裏口だった。小さな扉が開いており、中には倉庫のような空間が見えた。この場所でジミンは、深刻なトラウマを抱えることとなる。倉庫で、ジミンは、花のお絵かき大会で自分を褒めてくれた先生から、性的な暴行によるトラウマを植え付けられてしまう。2016年9月5日に公開された、ウィングスショートフィルム、シャープ2。内で最初に聞こえてくる歌詞は、さらに、2017年8月19日に公開された Love Yourself ハイライトリール起承転結ではイゼと体が接触しただけでもパニックに陥り血が滲むまで何度も腕を洗うジミンの姿が映っている。ジミンの両親は彼は被害者であるにもかかわらず児童性暴力事件に遭ったことを恥ずかしく思い彼を病院に閉じ込めようとする。高校生になったジミン。この日はみんなと学校を抜け出し、遊びに出かけていた。ナムジュンが海へ行こうと言い出したのだ。しかし十分なお金はなく、海は諦めて、しばらく歩いていると、ジミンは何かを見つけ、その場で固まってしまった。視線の先には、樹木園の標識。トラウマが蘇り、顔の筋肉が震え、汗が止まらない。その時、ユンギが突然、暑いからやっぱり海へ行こうと、みんなを促し始めた。お金が足りないため、駅まではみんなで歩いていくことにした。樹木園の標識が離れていくと、ジミンはやっと少し落ち着くことができた。幼い頃の事件のため、両親に言われるがまま、入退院や転校を繰り返してきたジミン。この日は、家の方向が違うにもかかわらず、ホソクが2時間かけて一緒に帰ってくれた。この時から、ホソクをひときわ信頼するようになり、二人で行動することが増えた。バス停で突然発作を起こしたジミンを、ホソクが緊急治療室へ連れて行った。しばらくすると、ジミンの母が駆けつけてきた。彼女は、何かを恐れているように、慌ててジミンを大きな病院へ移した。そして、この日以降、ジミンが再び姿を現すことはなかった。小学生のホソクは、算数の授業で、教科書に描かれた果物を数えていた。4まで数えたとき、
ふと、幼い頃の記憶が蘇る。7歳の時に訪れた遊園地で、母は細くに、チョコバーを一つ渡していった。言われた通りに数字を数え、再び目を開けると、母はいなくなっていた。細くの隣には、さっきのチョコバーだけが残されていた。果物を9まで数えたが、10まで数え終えてしまうと、二度と母に会えないような気がした。細くはそのまま眠るように気を失い、床に倒れた。細くは、過眠症という、突然強い眠気に襲われる病気を患っている。2015年5月11日に公開された、I Need You オフィシャルミュージックビデオには、歩いている途中で突然倒れ、そのまま眠りに落ちる細くの姿が映っている。しかし、2016年9月11日に公開された、Wings ショートフィルム、シャープ6、ママには、細くのカルテが映るシーンがある。その内容は、ミュンヒハウゼン症候群は、他人の愛情を得るために病気を装ってしまう精神疾患と言われている。さらにカルテをよく見ると、プラシーボとは本物の薬に見えるが、有効成分が入っていない偽物の薬のこと。細くは母に捨てられた衝撃からミュンヒハウゼン症候群を患い、自身では過眠症だと信じ込んでいるが、処方された薬はプラシーボだった。この日突然、ジョングクがみんなに、夢は何かと聞いてきた。真の希望調査の課題らしい。細くは、お母さんを見つけて、幸せに暮らしたいと答えた。2016年9月11日に公開された、Wings ショートフィルム、シャープ6、ママには、細くの前に、エヴァ夫人の絵が登場した。ドイツの作家、ヘルマン・ヘッセの長編小説、デミアンに登場する少年。デミアンの母が、エヴァ夫人だ。2016年10月10日に公開された、血、汗、涙、オフィシャルミュージックビデオには、細くの背後に、消えた像が映っていた。死んで十字架から下ろされたキリストを抱く、母マリアを描いた作品を、ピエタと呼ぶ。細くの周りには、母を思い起こさせるものが、あちこちに隠されていた。この日は、家の方向は違うが、2時間かけて、ジミンと一緒に帰った。ジミンが徐々に心を開いてくれたようで、この時から2人で行動することが増えた。バス停で突然発作を起こしたジミンを、細くが緊急治療室へ連れて行った。しばらくすると、ジミンの母が駆けつけてきた。彼女は細くへありがとうと言ったが、細くを警戒し、ジミンから遠ざけようとしている様子だった。ジミンの母は医師と看護師を呼び、慌ててジミンを緊急治療室から大きな病院へ移した。それを最後に、ジミンの姿を再び見ることはなかった。ユンギが退学になり、ジミンもナムジュンも行方がわからなくなった。もう昔のように、みんなでアジトに集まることはできないのかもしれない。最後に、細くが一人で、アジトの片付けをしていると、ジョングクがやってきた。ジョングクに気づいた細くは、彼に近寄って、肩に腕を回し、行こうと言って、アジトを出た。ジョングクも最後だと感じたのか、とても悲しそうな顔をしていた。この日突然、ジョングクがみんなに、夢は何かと聞いてきた。真の希望調査の課題らしい。ナムジュンは、夢なんかよりバイト代を上げてほしい、と答えた。
ナムジュンがアジトに向かうと、中からジンの声が聞こえてきた。なぜか、校長と通話をしている様子で、その内容もおかしい。みんなが校則を破ったことをわざわざ報告している。アジトの外で聞いていると、ナムジュンの気配に気づいたのか、ジンが扉を開けた。目が合い慌てるジンだが、ナムジュンは一言、大丈夫と言った。ジンにも、何か事情があるはずだ。ナムジュンは、この状況を見逃すことにして、ジンとアジトへ入っていった。しばらくすると、ホソクとジミン、そして、テヒョンがアジトに入ってきた。ジンは気まずそうに、急用があると言ってアジトから出て行った。ナムジュンは、貧困のため、家族と共に田舎へ引っ越すことが決まった。引っ越す前に、最後にアジトを訪れた。もう二度と、みんなに会えないかもしれない。汚れた窓に息を吹きかけ、指で一言だけ書き残した。それは、約束というより、むしろ願いに近かった。この日以降、誰もナムジュンと連絡が取れなくなった。小学生のテヒョンが帰宅すると、久しぶりに父が帰っていた。靴を脱ぎ捨て、カバンを放り投げて、すぐに父の方へ駆け寄った。久しぶりに会えたことが嬉しかった。酒の匂いが先か、罵声が先か、頬の痛みが先か、よく覚えていない。突然、大きな拳が振り下ろされ、テヒョンの小さな体は宙に浮いた。久しぶりに会った父は、以前の父ではなくなっていた。テヒョンは泣くこともできず、天井を見上げたまま、意識が遠のいていくのを感じていた。高校生になったテヒョン。この日はみんなと学校を抜け出し、遊びに出かけていた。ナムジュンが海へ行こうと言い出したのだ。しかし十分なお金はなく、海は諦めて、しばらく歩いていると、突然ユンギが、暑いからやっぱり海へ行こうと、みんなを促し始めた。お金が足りないとぼやく補足に、テヒョンは、歩いて行こうと返した。ナムジュンも、駅まで歩けばお金はどうにかなる、と加勢し、その代わりに、夕食はなしだ、と続けた。ジョングクとテヒョンはうなだれ、ジンはそれを見て笑っていた。アジトに向かっていたテヒョンは、扉の外に佇むナムジュンを見つけた。驚かせようと静かに近づくと、アジトの中から、ジンの声が聞こえてきた。ジンはなぜか、校長と通話をしている様子で、その内容もおかしい。みんなが校則を破ったことをわざわざ報告している。テヒョンは嫌な予感がして身を隠すと、ナムジュンの気配に気づいたのか、ジンが扉を開けるのが見えた。目が合い慌てるジンだが、ナムジュンは一言、大丈夫と言った。彼はそのまま何もなかったかのように、ジンとアジトへ入っていった。テヒョンは、ジンも、ナムジュンも、理解できなかった。なぜ、ジンはみんなの行動を校長に報告していたのか。そしてなぜ、ナムジュンはジンを見逃したのか。混乱していると、後ろから細くとジミンがやってきた。何も知らない二人は、テヒョンの肩に腕を回し、一緒にアジトに入っていった。アジトに三人が入ると、ジンは気まずそうに、急用があると言って出て行った。テヒョンはまだ混乱していたが、何事もなかったかのように笑っているナムジュンを見て、彼を信じることにした。ナムジュンはテヒョンよりも年上で、テヒョンよりもたくさんのことを知っていて、テヒョンが尊敬できる大人だったから、彼が見逃したからには、何か理由があるはずだ。テヒョンはこの日見たことは誰にも話さなかったが、ジンには疑念を抱くようになった。2015年11月29日に公開された、ランオフィシャルミュージックビデオでは、ジンの体にスプレーで X を描いたり、わざとトランプタワーを崩したりするテヒョンの姿が映っている。
アメリカにいた高校生のジンは、父と一緒に韓国へ帰国した。ジンの父はとても厳しく、自分の息子を望み通りの人間に育て上げようとしていた。帰国から10日、ジンは父と一緒に転校先の高校を訪れた。アメリカとは学校の制度が異なるため、1学年下のクラスに入るそうだ。父に連れられて校長室へ向かった。父と校長は旧知の仲のようだった。校長が話すたびに、シワだらけの頬が揺れ、黒ずんだ唇が気味悪く動いた。校長はジンへ、学校が目をつけた問題児の生徒たちにスパイとして近づき、彼らの行動をすべて報告するように言った。父もジンへ、校長の命令に従うよう圧力をかけた。ジンは何の抵抗もできず、ただ受け入れるしかなかった。2015年3月28日から29日に韓国で開催された BTS コンサートビギンズでは、ジンの個人ポスターにイヤホンと赤い薬が映っていた。イヤホンは2016年9月14日に公開されたウィングスショートフィルムシャープセブンアウェイクでもジンが身につけており、誰かと連絡を取るような様子が映っていた。赤い薬は2013年9月11日に公開された NO オフィシャルミュージックビデオで、学校が生徒たちを統制、管理する際に使用していた。BTS コンサートビギンズの個人ポスターのうち、唯一苦しそうな表情を浮かべていたジンは、この日からスパイとして心を通わせる友人たちを騙し続けることとなる。ジンは校長の命令通り、学校が目をつけた問題児の生徒たちと仲良くなった。この日はみんなと学校を抜け出し、遊びに出かけていた。ナムジュンが海へ行こうと言い出したのだ。しかし十分なお金はなく、海は諦めて、しばらく歩いていると、突然ユンギが、暑いからやっぱり海へ行こうと、みんなを促し始めた。お金が足りないとぼやく補足に、テヒョンは、歩いて行こうと返した。ナムジュンも、駅まで歩けばお金はどうにかなる、と加勢し、その代わりに、夕食はなしだ、と続けた。ジョングクとテヒョンはうなだれ、ジンはそれを見て笑っていた。自分がスパイだということも忘れるほど、みんなと一緒にいる時間は楽しかった。あれは、事故だった。校長が、ジンが友人たちをかばって、報告を怠っているのではと疑い始めていた。そしてそのことを、ジンの父に伝えると脅してきたのだ。ジンは、何でもいいから校長へ報告する必要があった。その時間は、アジトには誰もいないと思った。だから、アジトの位置を報告した。校長はすぐさま、アジトへ先生を向かわせた。すると、ジンの予想に反し、そこにはジョングクとユンギがいた。ジョングクは、先生に平手打ちされ、ユンギは、ジョングクを守るために先生を突き飛ばした。その結果、ユンギは退学になった。あれは、事故だった。もし、自分がこれまでしてきたことを知ったら、みんなは許してくれるだろうか。きっと許せないだろう。ジンは逃げるように、韓国を離れ、アメリカへ立つことを決めた。問題児の7人組。いつも一緒にいた少年たちの幸せな時間は、こうして止まってしまった。離れ離れになった彼らの時間が、再び動き出すのは、ここから2年後の話だ。